今日はね、友人誘われてからね、田んぼの中にあるいうレストランにご飯を食べに行くことになりました。これ大事なやつね。 GoPro も準備 OK。 この子はビッコです。私らは2台のベスパでお出かけするんですけども、1台目は1979年式のスーパータントフェスパが持ってます。そして2台目のベスパはこちらです。1993年式のエクスクルーシブ PX150 言うてから、所有者はねフェスパトロピックと言います。インスタのフォローもぜひねよろしくお願いします。まずは集合場所に向かうためにサヌール方面に海上高速道路バリマンダラを走ります。あれ、なんであの人あそこに止まっとるんでしょうか。バリの海上高速はバイクレーンと車用に分かれとるんでね、困惑しますよね。8時頃に雨が降っとったんでね、雨が上がるのを待ってから出発したのにちょっと遅れてしまいました。今年はまだ雨があんまり降っとらんのんですけども、本来であればもう雨季スコールのシーズンです。雨も上がって太陽が眩しいですね。蒸し暑い。進行方向の空晴れてますね。サヌール方向に向かいます。太陽が覗き始めたけん海の色も綺麗じゃわ。私ら海上高速を降りてサヌールのバイパスに向かうために交差点を曲がりますよ。バイクじゃとスイスイ進めてええですね。他の車にぶつからんように気をつけにゃいけんですけども。さて、ポールポジション。ここは雨が降ってなかったみたいで天気がええですね。今私らはバイパスにおります。多分10時半ぐらいですかね。ほんまにここは暑いですね。友達との集合場所はこの小道の奥です。出発前に一緒にコーヒー飲みたいな。あそこに集合場所が見えてきましたね。ワルンベリッシモサヌール。暑いけ私らアイスカプチーノを注文しました。ここのお店、この辺りでもねちょっと値段が安いので嬉しい。可愛くてくつろげる雰囲気、ブレックファーストなんかにも最適ですね。こんなに広い駐車場があるのに、なぜお隣さんは私の可愛いベスパちゃんに寄り添って駐車しておられるんでしょうか。多分地元の人ではなさそうですね。なんでギアが入らんのかね。お、行けました。スタートです。この辺りにはね小さな路地がたくさんあるんですけど、デックスとジュールスはこの辺りに住んでるから裏の道をよく知っとってですわ。
ちらがデックスとジュールス。2人はねバリをバイクで巡るのが好きな方々なんでね、一緒にバリを回ってみようと思ってます。チョッピーカブ？田んぼが広がるエリアに入ってきて緑が美しいわ。私らはクラサン地区に到着。多分このねプラ寺院では宗教行事が行われているようで賑やかです。寺院からすぐのところに入りますよ。ジョグロクラサン。まずは駐車しましょう。この駐車場大丈夫ですかね。下が砂利道なのでちょっとちゃんと立つか不安ですわ。田んぼの中に小道がありますね。稲が育ってきたらここは綺麗な写真スポットになるでしょうね。あれ？左側の空がめっちゃ曇ってる。雨の柱も見えとるわ。あたしらはアヒルを食べることにしました。クリスピーダック、ここのレストランのスペシャル料理です。これはウラブと呼ばれる地元のサラダで野菜がたくさん入ってますよ。こちらはサンバルボンコ、香りがいいですね。こっちはサンバルバジャ、エビペーストが入ってます。ほいでからこっちはサンバルウンブ、揚げたニンニク入り。じゃじゃーん、これが本日のお目当てクリスピーダック。食後に友人のカフェに向かうことにしました。この道はちょっと遠回りなんですけど、渋滞はねやっぱ嫌ですからね。一般道よりもねこっちのが景色が綺麗ですわ。もしかしたら10分ぐらい遠回りなんですけどね、まあゆっくり行きましょうよ。わあ、バリの田舎のねこの景色、風も気持ちいいですね。以前私らここでね雨宿りをした思い出があります。来ました、ウブドエリア。観光客のね人たちの姿も多く見かけられますね。私らウブドのこの通りが一番好きなんです。ウブドに来たいう感じがすごいんですよね。夕方行こうかな。ここ通るといつもじゃがいもの匂いがするんですよね。不思議ですね。ウブドの中心部に入りました。賑やかです。右側にはね新しく建った市場が見えてきましたね。綺麗になりましたよ。
ドン地区。到着しました。ドアの前で横たわっとる人がおりますね。お邪魔してごめんなさい。カフェパッサディ。店内はねオープンエリアで雰囲気がいいです。見てください、ディックスさんはすでにいつも通りくつろいでる。この後残念ながら予定があったので長居できず、またゆっくりコーヒー飲みに来ます。ほいじゃあね。私らバリ島内のこのデコボコ道が一番嫌いなんです。このガタガタはね手がしびれるくらい。プチャランの人に止められました。ちょうどこの日はねバリの宗教儀式の日で、たくさんの人が海の方に向かって歩いています。こうバリに長く住んどってもね、こういう宗教儀式はすごい興味深くて、ラッキーなことにこの日もね見ることができたんで、なんかありがたい気分です。なんかスーパーに異変を感じました。急にエンジンが止まりましたね。長距離を走ってきたんでね、エンジンが熱くなったんかな思ったんですけど、なんかピストンが止まったような気もしたんで、オイルをちょっと入れてみましょうか。注入準備 OK。 ついでにガソリンもチェックしましょう。ガビーン、ガソリンが入ってない。完全なるガス欠でした。一応ねガソリンコックもね見てみましょう。もしかしたらタンクにちょっと残っとるかもしれんのでね、エクスクルーシブの方はまだ残ってますかね、確認してみましょう。こちらはまだ4分の1ぐらい残ってました。今朝エクスクルーシブの方はね満タンにしたんですけども、スーパーの方は満タンにしてなかったんでね、運よく通りの向かい側はガソリンスタンドです。 OK。 こっからバイクをねちょっと交換してガソリンスタンドまで向かいましょう。たどり着けるとええんですが、こっちのベスパでね向かってくれる？さあガソリンスタンドまで数十メートル、エンジンがかかることを期待しましょう。よかった、まだ生きとる。あれまた止まってしもうた。しかも道路の真ん中なんじゃけども、こっから足で押して進みましょう。もうすぐじゃけど、もう一回エンジンかかるかの。やってみよう。生き返ったー。やったねー。とりあえず満タンにしときましょう。これでね明日お出かけするのも安心じゃけね。
海上高速道路バリマンダラで一番好きなのはこの夕方の時間。海の上をね走りながら夕日を楽しむのはほんまに美しいです。ここまでご覧いただきありがとうございました。次のエピソードでお会いしましょうね。チャンネル登録、インスタグラムのフォローも励みになるんでよろしくお願いします。We'll be right back.